はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのはトキシキャントエアソフト製ブル SAS2 ウルトラライトコンプ RMS3.25 インチになります。こちら実銃はイスラエルのブルアーモリー製のカスタムガンがモデルになっています。後ほどお見せしますけれども、フレームにブルアーモリー USA との刻印があるので、アメリカ市場向けの 3.25 インチコンシールドキャリータイプがモデルアップされたようです。正直ブルアーモリー社を知らずにですね、今回このエアガンを見て、TTI やスタッカートに戻らないタクティカルなデザインと、高い命中精度のガバメントクローンを製造しているメーカーだと知りました。また本製品のメーカーであるトキシキャントエアソフト社もですね、初めて知りましたね。ただパッケージをよく見ると、これウェルプロって読むんですかね。その記載がですね、シールの裏側に薄く見えてですね、製品元はウェルプロ製でトキシキャントエアソフトが、ナイロンのスライドに変更して販売しているようです。今回コンペンセーターとドットサイトがセットになっているこのコンプモデルの見た目にですね、非常に惹かれてしまい、ちょっと値引きもしていただけたこともあってですね、思わず購入してしまいました。また私小さい銃好きなのでコンシールドキャリーといったこの小さい銃であるのも購入の決め手であります。ブルアーモリー社のですね、外観上のカスタム内容についてですね、各部見ていきたいと思っています。あとトキシキャントエアソフト社、正確にはウェルプロなのかもしれませんが、その実写能力がどんな感じなのかも見ていきたいと思っています。手にした印象ですけれども、さすが911のカスタムガンですね。重量はこの小ささでずっしりきています。約 867g でしたね。V10 ウルトラコンパクトよりですね、実際ちょっとですね小さいんですね。大体ちょっと合わせましたけれども、下が V10 で上がブルアーモリー社のやつですけれども、コンペンセーター覗いた時ですね、若干短めになっているのが分かるかと思います。V10 ウルトラコンパクトよりですね、小さい 3.25 インチになるんですけれども、コンペンセーター付きでですね、だいたい 4.3 インチモデルになるそうです。コンペンセーターが付いてもですね、非常に小さく感じましたね。あとグリップのですねチェッカリングとパーツのシルバーが非常に印象的でした。各種刻印も実銃に即した形式で見やすいのも印象的です。全体的なバランスなんですが、私の感覚ではですね、コンペンセーターがつくことで縦横のバランスっていうんですかね、これが非常に良くなっているように感じました。それでは各部見ていきたいと思います。先端はですね、コンペンセーターが装着されています。この上部がですね、大きく開口されて、前方こちらですねにはセレーションが入っています。こちら斜めにカットされているこの形状ですね、また斜めのコンペンセーターかと言われそうですけれども、私はこの形状好きですね。でこちらは金属製でアウターバレルに固定されています。フロントサイドは緑色の集光アクリルが埋め込まれています。リアサイトはないんですが、付属しているこのシールド社のドットサイトにですね、こちらくぼみがあるので、ここはアイアンサイトとして使用可能になります。スライドは樹脂製になります。スライド前方にはですね、こちら上部とですね、あと左右ですねにセレーションが入っています。あと後方も同じくですね、左右にセレーションが入っています。これよく見るとですね、セレーションの幅ですね、これ前後で若干違うのがわかるかと思います。左側の刻印はこの通りにあります。フレーム全部こちらですね、ブルアーモリー USA 何々と記載があって、冒頭でお伝えしたアメリカ市場向けのカスタム銃がモデルアップされているようです。スライド中央にはですね SS2 ウルトラライトの刻印が入っています。今回購入にあたってですね、刻印の色にちょっと私こだわりました。できるだけはっきりと刻印されている、白っぽく刻印されているものを選んでいます。バリエーションによってはですね、目立たない色のものもあると思いますので、
これお好みですけれども、選ぶ際はご注意いただければと思います。もしかするとロットによって違うのかもしれません。フレーム下部にはですね、独特ですけれどもアンダーレールがあります。このレール CQC だとですね、色をちょっと除いてですね、ちょっと大きいかなって感じもしますね。こちら XC1 タイプですけれども、これくらいの長さがしっくりくるかもしれませんね。フレーム下部にはですね、これメイドイスラエルという文字も入っています。トリガーガードの前部にはですね、滑り止めのチェッカリングが入っています。トリガーはこれ組み合わせ可能なインターチェンジャブルトリガーに似ていますが、これ一体型のようにも見えますね。はい。トリガー自体はですね、銀メッキ処理が施されていて、これトリガーストップスクリューはないようですね。マガジンキャッチボタンはですね、銀メッキ処理された少し小さめのこちらボタンになりますね。左側のみにあります。スライドストップレバーはですね、左側のみになります。でもこちらはロングタイプになってますね。グリップは前後左右にチェッカリングが施されていて、グリップ力は高めると思います。グリップ中央にはですね、ブルーアーモリー社のエンブレムが入っています。マグエルはですね、少し大型化されていると思います。グリップセーフティーと大きなビーバーテールがこちらにございますね。こちらも銀メッキ処理されています。セーフティーはですね、コック&ロックタイプになります。こちらは左側のみになります。ハンマーはですね、肉肉されたSFA デルタタイプで、こちらは多分金属な感じがします。スライド上部にはですね、コンプモデルなので、シールドサイト社のですね、RMS、リフレックスミニサイトタイプのドットサイトが装備されています。こちらですね、CR2032 電池が付属されているので、こちらですね、左側から電池を挿入します。ただこちらボタン類がないので、自動光量調整ですね。あとドットサイト後方にはですね、シールドの刻印が入っています。上下の調整幅結構あって、0円はやりやすかったですね。右側の刻印はこの通りになります。実銃もいろいろバリエーションがあるようで、違う部分はありますけれども、刻印はしっかりしています。こちらチャンバーにはですね、溝があるフルート処理がされています。マガジンは今回はフロン形式になります。CO2 モデルもあるんですが、マガジンが結構長くてですね、マガジンバンパーから結構はみ出る仕様のタイプなんですね。で、私はやっぱりここがこのぴったりな感じのフロンのやつが良くてですね、今回フロンタイプにしました。あとマガジンの注入バルブはですね、これ日本仕様ですね。非常にこれは嬉しかったですね。マガジンなんですが、東京マルイのハイキャパと互換性があるということなんで、ちょっと試してみますけれども、こんな感じでですね、ちょっと閉鎖不良が起きるんですね。で、これ逆、このハイキャパにですね、ブルーアーモリーのですね、マガジンを挿して打っても普通に打てます。なので多分このガスルートパッキンの高さがちょっと違うのかもしれませんね。これただですね、ブル純正同士でもですね、たまにスライドが締まりきらないことがあるんですね。これやっぱりブルのガスルートパッキンとこのノズルっていうんですかね、その噛み合わせが少し良くない部分があるのかもしれません。それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。スライドをですね、こちらに合わせてですね、スライドストップレバーを取ると、そうするとですね、スライドとフレームに分解ができます。これリコイルスプリングはですね、こちらプラグと一緒にですね取り出すと
いう形になりますね。はい、この通り取り出します。そうすると前方からですね、はい、アウターバレルとコンペンセーターですね、こちらが一式取り出せます。はい、こちらがアウターバレル一式ですね。このコンペンセーターと一体となった形状になっています。アウターバレルとインナーバレルはこのように簡単に外すことができます。でこちらアウターバレルは金属製ですね。結構重量があるので、これステンレスかもしれないですね。はい、あとチャンバード同様フルート処理がされています。こちらがリコイルスプリングになりますね。リコイルスプリングガイドもスチール製ですね。こちらスライド、これは樹脂製ですが、ドットサイトが装着されているので重量はありますね。でこちら通常の ABS 樹脂ではなくて強化ナイロン樹脂を採用されているようです。スライドストップは直接ここにかかるようで、もうすでにですね削れかけてきてるんですね。でこれ見えますかね、こちらに穴とかあってですね、これ多分東京マルイのですねハイキャパのゴールドマッチ用のスライドストップ強化パーツっていうのがあって、それが使えそうなんですが、なんか結構加工が必要だということも聞いたので、ちょっとスライドストップはかからなくなったらですね、前回行ったクリップで加工してみたいと思っています。はい、こちら機関部ですが、これバルブロックですかね。とこのブランジャーですかね。それがスチールで、あとはスチールパーツはなさそうですね。はい、全体の感想になりますけれども、第一印象の時にも言いましたけれども、見た目の全体のバランスが良くて、そこは非常に気に入っています。コンペンセーターの形状やインターチェンジャブルトリガーとかですね、あとアウターバレルのフルート化などですね、特徴的な形状や、あと所々にですねシルバーが配色されている色合いも非常にいいかなというふうに思いました。コストパフォーマンスもですね、コンペンセーターやドットサイトが標準装備されていることから考えると、ある程度はですね納得できる価格かとも思います。あとドットサイトのゼロインはしやすいんですけれども、ただドット自体はにじみやすくてですね、とっさのサイト合わせにはですね結構難しい部分はあるかなというふうにも思いました。リコイルはマガジンを温めればそれなりの強さを感じられますが、常温では初速は低めだと思います。内味だけで言えばですね CO2 モデルだと思うんですけれども、全体的にスチールパーツも多くはないので迷うところかなというふうに思います。私はマガジンの長さがですねグリップにフィットする点でフロンを今回選びました。あとロットによって違うのか不明なんですが、刻印の色が違うものがあります。私はなるべく白色に近いはっきりしたもので、あとトリガーがですねシルバーのものを選びました。一番の問題はやっぱりスライドストップの削れ防止対策のなさですかね。強化ナイロン樹脂を採用してくれたことは嬉しいんですけれども、先ほどお見せした通りですねすでに削れかけてきているので、これは削れ防止策をですね標準で実施していただきたかったですね。あとスライドを引いてのですねリリースがですね難しくて、これでもちょっと改善していただきたいですね。じゃないとですねスライドストップをリリースするとですね削れの進行が早まりますので、是非改善していただきたいと思います。今回初めて購入したトキシキャントエアソフト社のですね、正確にはウェルプロ社かもしれませんがのガス風呂なんですけれども、初速の低い実写性能やスライドの閉鎖不良とかですね、あとスライドストップの削れ防止対策なしなど、問題点はありますけれども、全体としては私は満足はしています。大きな理由としてはですね、標準装備のコンペンセーターやダットサイト、あとですね強化ナイロン樹脂の採用とかですね、刻印の多さとか、あと注入バルブの日本製などですね、コストパフォーマンスの良さやですね、あと見た目の形状の良さになります。今後ですねブルーアーモリー製のですね実需についてもですねちょっともっと見ていきたいなというふうにも思いました。
あとパッケージが面白くてですね、こちら表紙にですね、これ単純に読むとエバーデイキャリーになってますけれども、これエブリデイキャリーだと思うんですが、こういった記載があって、これはコンシールドキャリーとしてのですねガバメントクローン、これを表現されていると思います。形状もかなりですね重厚な箱に入っていました。今回見た目重視で購入したガバメントのコンシールドキャリーであるブル SAS2 ウルトラライトになりますけれども、購入してよかったなというふうに思っています。コストパフォーマンス的にはですね今回購入したコンプモデルになりますが、個人でですねそれぞれカスタムするのもありかもしれません。今後はですねこのような競技用のですねカスタムされた銃ももっと見ていきたいなというふうにも思いました。はい、それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。